私も何か頑張ればよかったな。ねえ、今まで何か頑張って続けたことってある？皆さんこんにちは、ゆうきです。日本は急に寒くなってきましたよ。皆さんの街はどうですか？今日勉強する文法は、を通して、を通じてです。こちらのビデオとはまた違う使い方、違う意味の文法です。会話で使えるように一緒に練習しましょう。まずは使い方の例を見てみましょう。春の花は桜。夏の花はひまわり。秋の花はコスモス。冬の花は椿。日本では春も夏も秋も冬もずっと花が咲いています。日本では四季を通して花が咲いています。そしてこれは日本のイベントカレンダーです。1月から12月までいろいろなイベントがありますね。日本では1年を通していろいろなイベントがあります。名詞を通して、名詞を通じて、これはこの時間やこの期間ずっとという意味です。ポイントは名詞です。この名詞には時間に関係する名詞を使います。例えば四季。四季というのは春、夏、秋、冬のことです。なので四季を通してというのは春から冬までずっとという意味なんです。他によく使う名詞は1年、年間、10年間、5年間などの言葉、そして一生、歴史などもよく使います。練習1、はじめに話しましたが、本当に寒くなってきました。先月まで結構暑かったのに、急に寒くなってきた感じです。こんなに寒いと、どこか暖かいところへ逃げたくなってしまいます。どこかいいところはありませんか？じゃあ、この女の人が話しています。私の町は何を通してほとんど同じような気候なんですよ。何を通して？じゃあ、今から5秒カウントしますので、その間に皆さんどんな答えがいいかなって、まずは自由に考えてみてください。ではどうぞ。できましたか？私の町は何を通してほとんど同じような気候なんですよ。じゃあ例の一つ目です。私の町は1年を通して、1年ずっと同じ気候なんですよねっていう意味ですね。次の例は年間を通して、ここでも同じような意味で使われています。そして最後の例、四季を通して、四季を使ってもいいですね。いや、それにしてもなんか暖かそうで気持ちが良さそう、羨ましいです。私が住んでる町は夏はめちゃくちゃ暑くて冬は結構寒い。なのでちょっと大変です。季節によって景色や生活が変わるのは楽しい、面白いというところもあるんですが、やっぱりちょっと住みにくいなって感じることも多いです。だから1年を通して同じような気候の街に憧れがあります。あなたの街はどんな街ですか？練習2、あなたにはおじいちゃん、おばあちゃんはいますか？どんな人ですか？こちらの男の子にもおじいちゃんおばあちゃんがいました。おじいちゃんおばあちゃんの写真を見ています。2人は何をしていますか？仲良くお茶を飲んでいる写真ですね。この男の子は2人の孫です。孫というのは自分の子供の子供という意味です。
孫が話します。僕のおじいちゃんは何を通しておばあちゃんだけを愛し続けたんだよ。ではまた今から5秒カウントしますので、その間に作ってみてくださいね。それではどうぞ。どうですか？では例の一つ目です。僕のおじいちゃんは一生を通しておばあちゃんだけを愛し続けたんだよ。一生を通して。一生って何でしょうか？それは生まれてから死ぬまでのこの時間のことです。おじいちゃんは一生を通しておばあちゃんだけを愛し続けたんですね。他に愛した人はいなかった。おばあちゃんだけだ。すごいですね。すごいね。同じ意味の言葉で生涯を通して、生涯という言葉も使うことができます。あとはですね、50年間を通してみたいに数字を使ってもいいですね。なんかこういう写真みたいな老後、憧れます。老後っていうのは自分がおじいちゃんおばあちゃんになってからの生活のことです。なんかいいですよね。穏やかで優しい時間、こうゆっくりした時間を過ごしたいです。あなたはどんな老後を過ごしたいですか？次は会話練習です。会話の中で使えるように私と一緒に練習しましょう。あなたと私は友達です。テレビを見ながら頑張って続けたことについて話をしています。あなたは会話の中でこちらの文を使って話してみましょう。読みます。私は何の時、何年間を通して何を頑張ってたよ。この会話の中では3つ自分で作るところがありますね。後で答えの例を紹介しますので、まずは皆さんで考えて作ってみてください。準備はいいですか？いきます。あ、山田選手だ。この人さ、すごいよね。小さい時から10年間通して毎日練習してるんだって。私も何か頑張ればよかったな。ねえ、今まで何か頑張って続けたことってある？そうなんだ。すごいね。できましたか？まずは会話を確認しましょう。私はテレビを見ながら山田選手について話をしました。あ、山田選手だ。この人すごいよね。小さい時から10年間通して毎日練習してるんだってと言いましたね。そう、山田選手は10年間を通して10年間ずっと毎日練習しているそうです。そしてまた私が言いました。私も何か頑張ればよかったな。ここどういう意味でしょうか？ここでは私は今まで頑張っていなかった。続けたことがなかったので、それを後悔している。残念な気持ちだと話しているんです。そして最後にあなたに聞きましたね。ねえ、今まで何か頑張って続けたことってある？そう、あなたは頑張って続けたことについて話します。さあ、会話文はこちらの文ですよね。皆さんどんな文を作ってくれましたか？作るところが3つもあるのでかなり自由に作れると思います。今からいくつか例を紹介しますね。まず1つ目。私は子供の時10年間を通してダンスを頑張っていたよ。そう、子供の時に10年間ずっとダンスを練習していたんですね。2つ目の例。私は中学生の時3年間を通してサッカーを頑張っていたよ。これもいいですよね。じゃあ3つ目。私は高校生の時
3年間を通して部活の厳しい練習を頑張っていたよ。部活。日本では学校の中で部活というものがあります。これはやりたい人はやるし、やらない人はやらなくてもいいんですけど、授業の後にそれぞれスポーツとか自分のやりたいクラブに入るっていうことですね。4つ目。私は大学生の時、4年間を通して研究を頑張っていたよ。はい、研究でもいいですよね。5つ目。私は20代の時、5年間を通して日本語の勉強を頑張っていたよ。このような形も作れます。20代とは20歳、20歳から29歳までの年のことです。他にも10代、30代、40代、50代という言葉もあります。じゃあ最後の例。私は小さい時から10年間を通して勉強を頑張っていたよ。小さい時だけじゃなくて、時からを使ってもいいですね。こんな感じでいろいろ作れます。もちろん今紹介した文以外でもたくさんの文が作れますので、あなたの作った文もぜひコメントで教えていただければ嬉しいです。今日のまとめ。最後に今日作った3つの文をもう一度練習して終わりましょう。じゃあ、いきますよ。頑張って。できましたか？今回もお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、またね。